ジャキとソウルトレイン。ジャキとペガサスは急いでアイリスのもとへ駆け寄り、彼女の魂の覚醒を見届けることにしました。またこの感覚、胸が締め付けられる。誰か助けて、体が動かない。大変だ、黒い影がアイリスの光を食い尽くそうとしている。ソウルヴァンパイアは無意識の恐れに取り付く存在だ。アイリスが今この瞬間に意識を戻すことができれば、彼らは居場所を失うはずだ。アイリスにそれを気づかせる方法があれば。そうだ、僕にいいアイディアがある。ペガサス、ここは僕に任せてくれ。アイリス、聞こえるかい？ほら、顔を上げてごらん。誰かいるの？やめて、怖いわ。私に近づかないで。大丈夫だ、僕は敵じゃない。この花の香りを嗅いでごらん。ゆっくり息を吸って深い深呼吸をするんだ。少しずつ心が落ち着いてくるはずさ。これは花の香り、とてもいい香りがするわ。胸の苦しみが少しずつ軽くなっていく。アイリス、落ち着いて聞いてほしい。今君が目の前にしている黒い影たちは君自身のものじゃない。それは他の人が君に押し付けてきた未消化の感情なんだ。このままでは君の心は押しつぶされてしまう。今すぐ彼らとの心の境界線を引き、自分の光を守るんだ。心の境界線？でも胸の痛みが強すぎて体を動かせないの。それにここから逃げたら家族を裏切ることになるわ。私それがとても怖いの。君がそこから動けないのは君の家族が怖いからではないさ。君はずっと愛されるために必死に生きてきた。だからこそ君は誰かの期待に応えられない自分を認めるのが怖いんだ。誰かの痛みに共感することは決して悪いことじゃない。それは君の魂が愛にあふれている証拠さ。けれど愛は犠牲で証明するものじゃない。誰かの人生の責任を背負うことは本当の愛とは違うんだ。その人の課題はその人自身が向き合い乗り越えることで意味を持つ。君がそれを肩代わりしてしまえば、彼らは成長のための学びを失うだけでなく、心に開いた穴を癒す機会さえも失ってしまうだろう。そして何より君自身が自分の光を見失ってしまうことになる。君が自分を守ることは決して冷たさなんかじゃない。それは君が今よりもずっと大きく、より成熟した愛の光となってこの世界を照らすための大きな一歩となるんだ。自分の光を守る？そんなこと言われても私にはよくわからないわ。私は何をしても失敗ばかり。自分を誇れるものなんて何もないわ。するとその瞬間、ペガサスは光の存在へと姿を変え、震えるアイリスの心をそーっと抱きしめました。そして彼女の本当の願いに光を当てて優しく語り始めました。いいや、君はそんな小さな存在ではないさ。君が苦しんできたのは君の魂が未熟だからではない。それは君がすべての人々の光を映し出し、同時に闇さえも包み込む偉大な魂の持ち主だからなんだ。君は家族という大きな感情の嵐の中で多くの苦しみに真正面から立ち向かい、自身の魂を磨き上げてきた。アイリス、君は知っているはずさ。その孤独な自己探求の旅を通じて深い知恵と真実を理解してきたことを。これ以上君が幸せになるために嫌な体験をする必要はない。君はもうすでにその経験を終えているんだ。過去にどれだけつまずこうとも、それは君の価値とは何の関係もない。むしろ誰よりも痛みを知っているからこそ、君は他の人の過ちに対しても深い愛で慈しむことができるはずだ。純化された君の魂は今孤高でまばゆいほどに美しく輝いている。だからこそ
君の言葉には誰よりも真実を伝える力が宿っているんだ。この声は胸の奥にぬくもりを感じるわ。これが私の光。そう、その光をしっかりと感じるんだ。今君に必要なのは自分自身に愛の光を与えることだ。そして心の中で力強くこう宣言するんだ。自分の光を守ると。今の君なら誰の声でもない君自身の真実の声が聞こえるはずさ。さあ勇気を持って立ち向かうんだ。わかったわ。怖いけれどやってみるわ。その瞬間、アイリスを取り囲んでいた黒い影たちが一斉に押し寄せ、再び彼女の体を支配しました。幼い頃からずっと胸の奥にあったざわつきがかつてない勢いでアイリスの心を締め付けます。またこの感覚、胸がぎゅっと締め付けられる。苦しい。アイリスは見えない鎖にとらわれたかのようにその場にうずくまりました。次第に意識が薄れていく中、アイリスの脳裏にある映像が浮かび上がります。そこに映し出されたのは、一りぼっちで座り込み絶えず自分を責め続けている幼き日の母の姿でした。誰も私を見てくれない。私はいい子でなければ捨てられる。特別じゃないと愛されない。アイリスはその深く傷ついた心を目にして思わず息を飲みました。この感情はそうだったのね。私が感じていた恐怖も冷たさも全て私のものじゃなかった。母さん、これはあなたの心の叫びだったのね。そこにいるのアイリス、助けて。こんなに弱っている母さんをあなたは置いていくの？あなたが私を支えるべきでしょ。だってあなたは私のいい子なんだから。いいえ、その胸に広がる恐怖は私のものじゃないわ。それはあなたがずっと直視することを拒み続けたあなた自身のものよ。母さん、あなたは何をそんなに恐れているの？私に何を望んでいるの？私は誰にも負けない自分でいたかった。誰からも見向きもされず無価値になって消えてしまうのが耐えられない。だからあなたがずっと私を輝かせ続けないといけないの。私を一人にしないで。誰からも必要とされなくなるのが怖い。死ぬのが怖い。そう、それがあなたの真実の姿だったのね。あなたは支配するものではなく、老いと孤独に怯えるただの小さな子供だった。私はその姿を軽蔑も同情もせず、ただあるがままとして受け入れるわ。たとえ私があなたの代わりにその影を背負ったとしても、その心に開いた穴を埋めることはできない。そこにいる小さな子供を抱きしめるのは私じゃないわ。それはあなた自身よ。私はあなたの人生の責任をあなたにお返しします。すると小さな子供はゆっくりと黒い影へと姿を変え、他の影たちと共にアイリスの耳元でささやき始めました。家族を見捨てるなんてどうしてそんなにひどいことができるの？アイリス、あなたには愛がなんだかわからないんだわ。違う、それは愛じゃないわ。本当の愛は条件や犠牲に縛られるものじゃない。お互いに理解し合い、心と心が自由に響き合うからこそ生まれるものよ。あなたの愛は共依存という名の鎖に過ぎない。私はもう自分の光を守るって決めたの。何よ、偉そうに。私たちがどれだけあんたのために尽くしてきたと思っているの？この恩知らず。あなたたちはそうやって自分の見たくない弱さや冷酷さを全て私に押し付けてきた。私は長い間自分の身を削ってあなたたちの空虚な器を満たすために生き、あなたたちの痛みを自分の痛みとして受け止め、代わりに泣いてきた。でももう私はあなたたちの感情のゴミ箱ではないわ。私はもうあなたたちの良い子という仮面をかぶらない。
あなたたちの作った偽りの物語はここで終わりにするわ。それは全部あんたが私たちを傷つけてきたから悪いんじゃないの？それぐらいされて当然よ。もういいわ。家族を見捨てた罪悪感を抱えて一生苦しむといいわ。いいえ、これはあなたたちを傷つけるための決断じゃないわ。これは私自身の魂の聖域を守るための神聖な選択よ。罪悪感を恐れ続けてきたのはあなたたち自身よ。罪悪感は相手を思う深い愛の形であり、人を苦しめるための罰じゃないわ。それを人に押し付け続けるからこそ、あなたたちは本当の愛を感じられなくなってしまったのよ。私の光は私が守る。私は自分の人生を生きるわ。アイリスがそう叫んだ瞬間、突如としてまばゆい光がはじけました。そしてその光は美しい虹色の光となって、黒い影の中に散らばっていたアイリスの光のかけらを一つ残らず拾い集めました。黒い影たちは戸惑いながらも口々につぶやきました。ちょっとアイリス、何するのよ。もういいわ。そんな光のかけらなんかこっちから願いされよ。何よその目つき。何もかも分かったような顔して。やっぱりアイリスはただの変わり者なのよ。なんかつまらなくなったわ。厄介者の言うことはもう気にしなくていいわ。行きましょう。こうしてアイリスを取り囲んでいた黒い影たちはまるで興ざめしたかのように次々と姿を消していきました。するとそれまでアイリスの胸を強く締め付けていたざわつきがまるで重い呪縛から解き放たれたかのように消え去り、彼女の心には澄み渡るような静けさが訪れました。アイリス、やったね。君は長い間背負ってきた影に立ち向かい、自分の光のかけらを取り戻したんだ。君が放ったその強い意志さえあれば、君の光はこれからますます輝きを増していくはずさ。体が軽くなっていくわ。もう息も苦しくない。一体何が起きているの？私をあんなに苦しめていた黒い影たちはどこへ行ってしまったの？あの黒い影たちは本来あるべき場所に帰っていったさ。これまで君が思い通りにいかない時に感じていた恐怖や焦りは、あの黒い影たちの苦しみに君の心が共鳴して感じていたものだったんだ。でも君が自分の光を取り戻したことで、もうその束縛からは解放されたんだ。私気づいたの。彼女たちが私に押し付けてきた感情は、行き場を失った彼女たちの心の叫びだった。彼女たちは弱い者を支配し、光を奪うことでしか自分自身を照らすことができなかった。そして私もまた誰かに必要とされるために自分の光を差し出して自分が照らされた気になっていたの。私たちは形は違っても同じ場所に立っていた。どちらも外にある光に頼らなければ自分の存在を確かめられない者同士だったのよ。でも私にはもう同じ学びは必要ない。これまで経験してきた苦難が私に成長と力を与えてくれた。今は恐れを感じる感覚はあるのに、それに飲まれることがない。まるで心の中心に静かに灯る一本の光の柱が立ち上がったのを感じるわ。ああ、これからはたとえ君の心の瓶がどれほど大きく開かれようとも、もう誰も君を傷つけることはできないだろう。罪悪感や無価値観に支配されない君の魂には、ソウルヴァンパイアたちでさえ入り込めないはずだ。君は恐れから逃げず、自分の影を統合したことで光の柱に触れることができた。だからこそ君は自らの光で自分を満たせる真の強さを手に入れたんだ。そのあふれ出す光こそが君の中心であり、ありのままの自分軸さ。そして邪気とペガサスはアイリスの魂の覚醒に心からの祝福を捧げると、
希望に満ちた思いを胸にアイリスの魂の世界を後にしました。アイリスは内側に満ち溢れる温かな光を感じると、胸にそっと手を当てゆっくりと深呼吸をしました。はあ。アイリスや、大丈夫かい？突然うずくまってしまったから心配したよ。何か大切なことでも思い出したのかい？はい、もう大丈夫です。私はずっと誰かに合わせることばかりで、自分の心がどんな音楽を奏でたいのかちゃんと聞こうともしてこなかった。本当は悲しいのに笑って、これくらい平気って何度も自分に言い聞かせてきた。その度に心の声は少しずつ小さな音になって、いつしか自分でも聞こえなくなっていたんです。でも人は誰でも光もあれば影もある。移ろいゆく心を否定せず、不器用な自分でさえもかけがえのない音として楽しむことができたなら、私にもきっと真実の愛の音色を響かせることができるかもしれない。ありのままの自分軸とは完璧になることではなく、弱い自分も受け入れて完全になること。これが私が見つけたありのままの自分軸です。どうやら君は真実の心を取り戻したようじゃな。苦しみの音は君を壊すために鳴っていたわけじゃない。ここにいるよ、聞いてほしいと必死に呼びかけていた声だったんじゃ。今君がこうしてその音に耳を傾けてあげたことで、不協和音はようやくその役目を終えようとしておる。これからはこの世界の美しい音色を思う存分楽しむといい。君の素直で飾らないその自然な姿こそが何よりも美しいのじゃから。さあ、君の奏でるありのままで自由な音楽を聴かせておくれ。アイリスの奏でる音楽が地球、いや宇宙全体に響き渡っていく。アイリス、君の音楽は本当に最高だよ。ありがとう。今まで感じたことがないほどに心が軽やかで、とてもすがすがしいわ。でも少しだけ一人になったような寂しさも感じるの。アイリス、君が一人だったことなんて一度だってないさ。これまでも、そしてこれからも、君はその魂の大きさに見合った崇高なる魂を授かる光の戦士となったんだ。魂を授かる？その声はあの時の。こうしてアイリスの奏でる音色はまだ深い眠りの中にいる世界中の光のボランティアたちの魂を震わせ、一人また一人と光の戦士を呼び起こす希望の光となっていきました。そして長い時をかけて人類の魂の成長を見守り続けてきた地球は、最後にこれから目覚めの時を迎えようとしている光のボランティアたちに向けて優しくこう語りかけました。愛しき光のボランティアたちよ、あなた方は誰もが持ちながらも忘れてしまった魂の力を最後まで手放さなかった勇気ある存在です。今まさにあなた方の魂は真に輝く姿へと歩みを進め、古い地球との契約は終わりを告げようとしています。そして宇宙銀河と新たな絆を結ぶ祝福の時を迎えようとしているのです。あなたが自らの影を統合し魂の主権を宣言する時、その光は見えない絆で結ばれた世界中の人々の暗闇をも照らし出すでしょう。そして人類が幾万年にもわたって積み重ねてきた因果は消化され、未来の世代が同じ重荷に涙する日々は
永遠に過去のものとなるのです。神聖地球において魂の学びはもはや痛みを必要としません。これからは因果の次元を超え、愛と光の次元を通してあらゆる経験が天からの恩恵として与えられます。そしてあなた方の純粋な願いは高次元の存在との共鳴を通じて具現化していくでしょう。さあ、あなたはその軽やかになった新しい地球の鼓動に自らの心を合わせる準備はできていますか？あなたはその魂でしか奏でられない光を表現するために生まれてきた宇宙で唯一無二の存在です。恐れることなく想像の翼を広げ、深い真実を語り、自由に表現してください。あなたの踏み出すその勇気ある一歩がこの世界に新たな光の輪を広げていくことになるでしょう。そして我々は共にこれから訪れる黄金時代という新たな物語の作者となるのです。新しい時代の幕は今あなた方の手によって開かれようとしています。終わり。